2からこそ。0田中さんが教えてくれたからテスト90点も取れました。いや、林さんが頑張ったからこそよくできたんですよ。1、C 社に採用が決まりました。私、本当に運が良かったです。いや、林さんに能力があったからこそ採用されたんですよ。1、C 社に採用が決まりました。私、本当に運が良かったです。いや、林さんに能力があったからこそ採用されたんですよ。2、父はいつも私にうるさく言うんです。でも愛してるからこそ厳しくおっしゃるんですよ。2、父はいつも私にうるさく言うんです。でも愛してるからこそ厳しくおっしゃるんですよ。3、5人目のお子さんが生まれたんですって？生活大変なんじゃないですか？いや、可愛い子供がいるからこそ頑張れるんですよ。3、5人目のお子さんが生まれたんですって？生活大変なんじゃないですか？いや、可愛い子供がいるからこそ頑張れるんですよ。4、一人で旅行するなんてつまらないんじゃないですか？いや、一人だからこそいろいろな経験ができるんですよ。4、一人で旅行するなんてつまらないんじゃないですか？いや、一人だからこそいろいろな経験ができるんですよ。5、失恋した時に仕事しなければならないのは辛いですよね。いや、仕事があるからこそ忘れられるんですよ。5、失恋した時に仕事しなければならないのは辛いですよね。いや、仕事があるからこそ忘れられるんですよ。6、松本先生、いつも勉強しろとか遅刻するなとかうるさいよね。みんなのためを思うからこそ厳しいんだよ。6、松本先生、いつも勉強しろとか遅刻するなとかうるさいよね。みんなのためを思うからこそ厳しいんだよ。7、私、遠距離恋愛ってダメ。気持ちが離れそうで。そう離れてるからこそ気持ちが強くなると思うけど。7、私、遠距離恋愛ってダメ。気持ちが離れそうで。そう離れてるからこそ気持ちが強くなると思うけど。8、佐藤さんってお金持ちなのに、ケチだよね。ケチだからこそお金持ちなんだよ。8、佐藤さんってお金持ちなのに、ケチだよね。ケチだからこそお金持ちなんだよ。田中さんが教えてくれたからテスト90点も取れました。いや、林さんが頑張ったからこそよくできたんですよ。C 社に採用が決まりました。私、本当に運が良かったです。いや、林さんに能力があったからこそ採用されたんですよ。父はいつも私にうるさく言うんです。でも愛してるからこそ厳しくおっしゃるんですよ。5人目のお子さんが生まれたんですって？生活大変なんじゃないですか？いや、可愛い子供がいるからこそ頑張れるんですよ。一人で旅行するなんてつまらないんじゃないですか？いや、一人だからこそいろいろな経験ができるんですよ。失恋した時に仕事しなければならないのは辛いですよね。いや、仕事があるからこそ忘れられるんですよ。松本先生いつも勉強しろとか遅刻するなとかうるさいよね。
みんなのためを思うからこそ厳しいんだよ。支援距離恋愛ってダメ気持ちが離れそうで。そう離れてるからこそ気持ちが強くなると思うけど。佐藤さんってお金持ちなのにケチだよね。ケチだからこそお金持ちなんだよ。はい。